ボンジューパリプロムナードチャンネルへようこそ。パリにもいよいよ春が訪れました。このチャンネルの視聴者の方から白鯛がそろそろ見頃ではないでしょうかというコメントをいただいていました。どうもありがとうございます。白鯛、4年前からご紹介してきたパリの植物園の桜、今年もまたその花の季節がやってきました。今年私は数日間にわたってこの木を見守りました。今年の花がどんな風に咲いたのか、パリのお花見を一緒にお楽しみいただければ幸いです。もちろん美味しいものも忘れてはいませんよ。どうぞのんびりと最後までお付き合いくださいませ。3月29日土曜日、私はメトロ10番線に乗ってギャー・ドーステルリッツで降りました。駅を出るとすぐにパリの植物園があります。開門は8時。それまで少し時間があります。お天気はいいんですけれど、結構寒いんです。なので近くのカフェで暖を取ることにします。カウンターでいただく一杯のコーヒー、これがなんともパリの朝って感じなんですよね。そろそろ開門の時間です。私の他にも待っている人がいますね。係員の方々が頑丈な鍵を開けてくれます。Bonne journée, messieurs, dames. Merci beaucoup. 昨日の夜に降った雨が水たまりになって地面に少し残っています。見えてきました。白鯛です。今日がおそらく満開だろうと狙いを定めて、私は開門時間に植物園にやってきていました。一番乗りして白鯛との静かな対話を楽しみたいと思っていたのですが、同じことを考えるのは私だけではないようです。それほどにこの桜はパリの人たちに愛されています。どうですか、この見事な枝ぶり。この桜を初めて見た方はきっととても驚くと思います。たった一本の木がこのような景色を作っているんです。白鯛が特別なのは、たくさんの枝が波のように広がっているところ。幹から随分と距離があるのに、枝の先にまでたわわな花をつけるんです。昨夜の雨に濡れた花がみずみずしくてとても美しいですよね。遠くから
全体の景色を見るのもよし、近くで花一輪一輪の可憐さをめでるのもよし、白妙、見どころの尽きない桜だと思います。同じ桜の木でも花の咲き方というのは毎年微妙に違っているような気がします。このチャンネルでは白妙を2021年、23年、24年とご紹介してきました。概要欄にそれぞれの年のリンクを添えておきますので、どうぞ見比べてみてください。ところで、今年私は白妙の異変に気がつきました。去年は気にならなかったということは、おそらくこの1年間に起こったことなんだと思います。この部分には花がなくて少し穴が開いたようになっているように見えます。桜の大木は枝の重みに耐えきれず、枝そのものが折れてしまうことがありますよね。それがこの1年間の間に起こったのではないでしょうか。それにしてもこの植物園の見事なこと、庭師の方々のたゆまぬお仕事があってこその風景、この場所にあるからこそ白妙は毎年見事な花をつけることができるのかもしれません。さて、今年の白妙の開花を私は3月24日月曜日から見ていました。この日は開花にはまだ早いかなと思って植物園に来てみたんですが、花がすでに咲き始めていました。というよりもう5分咲きぐらいにはなっていたんです。ところで、ずいぶん前のことですが、この白妙の満開の時に友人のキコさんとばったりここで再会したことがあります。最近の樹種の飲みの市の動画でご一緒したキコさんです。そのことをふと思い出してキコさんにメッセージを送りました。白妙がもうそろそろ見頃になりますよとこの写真を添えて、するとキコさんからすぐに返信がありました。なんとキコさんは別の場所で偶然にも花をめでているところというではないですか。そこで私は彼女と合流することにしました。この場所です。パレロワイヤル。ここの木蓮がまさに見頃に差し掛かっていたんです。私はパレロワイヤルというとチューリップやバラが見事というイメージがありました。ここが木蓮の名所だとは今年初めて知りました。パリに20年以上住んでいながら、しかもパレロワイヤルにはもう数えきれないほど来ていながら、私はそのことを知らずにいたんですね。キコさんのおかげで私は思いがけない素敵な発見をしました。ちょっとお腹が空いてきました。そこで今日のお昼はこの花の下でキコさんと一緒に食べたいと思います。こ
この界隈には日本食のお店が軒を連ねています。私たちはその中の一つ、秋というお店でパンを買いました。秋で私が必ず買うのがこのカレーパン。いかにも日本のカレーパンそのものでしょ。それをパレロワイヤルの木蓮の下でいただく。なんと贅沢なことでしょう。甘いものも欲しいですよね。そこで私は桜餅あんパンというのを買いました。キコさんは王道のあんパン。桜の花と桜の葉っぱの塩漬けが可愛らしい。中には流品に包まれたあんこが入っています。ほんのり桜の香りのするところが嬉しいです。桜並木の下でお弁当を広げる日本のお花見がとても懐かしいですが、こんなパリの何気ないお花見の風景もなかなかいいでしょう。3月26日水曜日、白鯛はかなり満開に近づいてきました。この日私は午後5時頃に植物園に来てみました。ご覧の通りの人出です。この桜を見ながら植物園のスタッフの方と私は少し立ち話をしました。白鯛の花の時期にはこれだけの人が来ますし、ご覧の通り何か柵で囲っていたりはしないんですよね。そこがまたこの植物園の懐の深さで素晴らしいと思うんですが、地面にまで伸びている桜の枝を傷めてしまいかねません。そこでスタッフの方々が白鯛をそばで見守っているんです。そのスタッフの男性は私が日本人だと知るとこう言いました。この一本だけの桜を守るのにも気を使うのに、日本にはものすごくたくさんの桜があるでしょう。大変なことですね。確かにその通りですね。花の季節を存分に満喫してもらいながら、次の世代にもその楽しみを守り伝えてゆく。それは本当にかけがえのないものなんだなぁと、彼との会話を通じて私は改めて感じました。翌日の27日木曜日の朝、その前の日がとても日差しが強くて暖かかったので、もう満開になっているかと思って来てみました。それでもようやく開き始めたという花もあります。さらに翌日28日金曜日、その日はあいにくの曇り空でしたが、ご覧の通り白鯛見事ですよね。私はこの日の帰り道、バス停でバスを待っている時に日本人の親子に会いました。
12歳と7歳の2人の娘さんを連れたお母さん。彼女のお名前が花さんと聞いて、なんと素敵な出会いをさせてもらったんだろうと私は思いました。花さんは大好きなパリに子供たちを一度連れてきたいと思っていたんだそうです。スーツケースを持ってバスに乗って、これからエッフェル塔の近くまで行くんだとか。エッフェル塔を一目見てから日本への帰路に着くとおっしゃっていました。そして冒頭でご紹介した29日朝の白鯛です。この日私は植物園を訪れた後、目的の場所がありました。メトロ5番線に乗ってセーヌ川を渡ります。アルモンティエという駅で降りて、私が向かっているのはコーヒーの専門店です。以前このチャンネルでブリュルリー・ル・バレンヌというお店をご紹介しました。フィリップさんとローランさんが営むとても感じのいいコーヒー専門店です。お店の様子は概要欄からご覧ください。私が自宅で愛飲しているコーヒーはそこのものなんですが、この間フィリップさんたちを訪ねた時に姉妹店のアトリエというのにご招待していただけることになりました。月に1回くらい開かれているという焙煎についてのアトリエ。私は少し早く着いたので、近くのパン屋さんでちょっと腹ごしらえをしたいと思います。週末の朝、とてもにぎわっているこちらのお店も実はなかなかの人気店なんですよね。ここではイートインもできるので、クロワッサンをいただきながらちょっと時間調整。目指すお店はそのパン屋さんからすぐのところにあります。ブリュルリ・ドゥ・ラ・フォリー・メリクオ。こちらの方のお店を任されているのはアデルさんとポールさん。ローランさんから焙煎の技術を学んだアデルさんが今日のアトリエの講師です。参加しているのはどうやらコーヒー好きのムッシュたち。お店の奥がその会場になっています。コーヒーという植物について、またコーヒーの産地について、そういう基本的なところからアデルさんは説明をしてくれます。産地からフランスに運ばれてくるコーヒー豆っていうのはこの状態だそうです。それを焙煎することによって
私たちが買うコーヒー豆になるわけですね。このアトリエでは小さな焙煎機械を使って参加者が実際に焙煎体験をします。この機械もコンピューターにつないで温度管理ができるようになっています。エスプレッソにするためのコーヒーならば温度を250度ぐらいまで徐々に上げていく。フィルターで入れるコーヒーにしたい場合にはもう少し緩やかに温度を上げていって焙煎するという具合に目的によって焙煎方法に違いがあります。およそ10分ほどで緑がかっていた豆がこの状態になりました。とってもいい匂いがしています。2種類の焙煎した豆を使ってポールさんがこのペーパーフィルターでドリップコーヒーを入れてくれます。これで味の違いを実際に体験してみることができます。私も家でコーヒーを飲むときは同じようにペーパーフィルターを使ってコーヒーを入れてるんですが、今回学ぶところがたくさんありました。まずこうやって紙を折ると容器と沿いやすくなる。そこにまず熱湯をかける。すると紙の匂いが消える。そこにひいたコーヒーを入れてゆっくりとドリップしていく。目安になるコーヒーの量は1リットルに対して60グラムだそうです。そして実際に焙煎が微妙に違うコーヒーを比べて味わってみると、その風味の違いっていうのが明らかなんです。私はこれまでどちらかというとコクがあるチョコレート的なコーヒーが好きだったんですけれど、ここで改めて新しいコーヒーの味を知ったような気がしました。程よく酸味がある繊細さとか花の香りを感じるようなコーヒー。今度はその方向性のコーヒー豆を買ってみようかなと思いました。アトリエの最後には自分たちでひいたコーヒー豆かお店のレパートリーの中から好みのコーヒー豆をくださいます。しかもこのオリジナルトートバッグに入れて、なかなかいい経験ですよね。さて、スマホでお店付近の地図を見ると、すぐそばにとても人気のあるイタリアンレストランがあることに気がつきました。オベアママという名前でビッグママというグループのお店の一つです。私はこのビッグママのグループの他のお店に何回か訪れたことがありますが、この場所のお店は初めてです。
これからランチの時間というタイミング、私は予約をしていませんでしたけれども、一人でカウンター席に座ることができました。しかもキッチンの周りの席、私にとってこれはとっても好都合。一人で食べられる量には限界がありますけれど、ここにいれば自分が注文する以外のお料理もたくさん目にすることができます。私がオーダーしたのはこれです。トリュフパスタ。このグループが創業してから10年続いているという名物料理。フレッシュパスタにスライスしたトリュフがたっぷり。ソースもトリュフクリームです。お店の方がトッピングでモッツァレラチーズもいかがですかと勧めてくれて、私はモッツァレラチーズも大好きなので迷わずはいと言っていました。私はすでにお腹いっぱいです。けれどもデザートも紹介しないわけにはいかないでしょう。こちらも創業以来の人気デザートと言われるティラミスをお願いしました。ひねりすぎていないシンプルな、いかにもまんまの味という感じのティラミスでした。私が席に着いた時にはガランとしていた店内が今はこの状態です。このお店には120席あるそうなんですが、土曜日の夜などは3回転ぐらいすると言いますから、人気のほどがお分かりになるでしょう。週が明けて月曜日、3月31日の白鯛はやはり想像していた通り、花びらが旅立ち始めていました。一方でこちらの桜は満開に近づいています。実は私、この日もあのコーヒー専門店を訪れました。というのも、土曜日には稼働をしていなかった大きな焙煎機が今日は朝からフル回転していると聞いたからです。こちらのお店は1975年から焙煎所だった歴史があると聞きました。この赤い焙煎機はその当時からずっと使われてきたものだそうです。ポールさん、焙煎中の音に注意深く耳を傾けています。このパチパチっとはぜた音を聞き分けて、焙煎の終わりのタイミングを決めるんですね。
こちらでは店内で量り売りで販売しているほかに、レストランや会社など大口の取引先も多いので、週の初めはほぼ一日中このような状態で焙煎を続けているそうです。7区バレンヌ通りのお店もそうなんですが、店内にはヴィンテージのコーヒーカップなどが取り揃えてあります。これもいい感じのお店の雰囲気に一役買っていると思います。このお店が魅力的なのは、コーヒーのお供に良さそうなヨーロッパの地方メーカーも選んで取り揃えているところ。お店ではコーヒー1杯1ユーロで提供しています。おそらくご近所の常連のマダムなんだと思いますが、花束を抱えてお店にやってきて、マドレーヌを片手にコーヒーブレイク。こんな風にしてこのマダムの1週間は始まるんですね。その週の木曜日、白タエはこんな感じでした。花よりもみずみずしい緑の美しさに目が行きますね。これらの葉っぱはどうでしょう。桜餅の葉っぱになりそうなくらいでしょうかね。植物園では花盛りの主役がどんどん交代中。やはり日本の桜、八重桜の一種寒山が見頃になってきました。こうなるとどんどん季節が先へ先へと進むような気がします。嬉しいと同時に心がちょっと追いつかないような。ともあれ、長い長い冬の後のこの美しい季節を満喫しましょう。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。パリのお花見をお楽しみいただけましたでしょうか。この動画が気に入られたらどうぞ高評価、そしてコメントをお寄せくださいませ。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。とても励みになります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。